こんにちは、ジェットです。今から約30年前の夏の夜、東京都八王子市のスーパーで起きた拳銃による強盗殺人事件をご存知でしょうか。通称八王子スーパー南平事件。この翌年に起きる上智大女子学生殺害事件、2000年の世田谷一家殺害事件と並んで平成の三大未解決事件と呼ばれているこの事件。今回はこの事件の概要と事件から20年後の2015年に発覚した新事実についてお話ししていきます。1995年7月30日21時17分、東京八王子市のスーパー南平大和田店。閉店後の事務所内でパートの女性とアルバイトの女子高生2人が何者かに拳銃で頭を撃たれ殺害された。無抵抗の女性3人を次々と襲った日本の犯罪史上類を見ない残忍な手口。一体誰が、なぜ彼女たちが標的になったのか。この日、スーパー南平大和田店は4日間の特売セールの最終日を迎えていた。事件当日は日曜日、10時の開店からいつにも増して多くの客で賑わう店内。16時46分、夜晩勤務の女子高生アルバイト B さんが自転車で出勤。B さんの自宅はスーパーから 2,3 分の距離にあった。16時48分、同じく夜晩勤務のパート女性従業員 A さんが出勤。事件のあった7月から働き始めたばかりだった A さん。この時は知人男性に車で送ってもらい、その際に勤務が終わった後、一緒に小料理屋へ行く約束をした。17時、A さんと B さんの夜晩勤務開始。勤務時間は17時から21時。レジ3台のうち1台は閉め、A さんは3号レジ、B さんは2号レジを担当。パート従業員の A さんが夜間店長を務め、売上金を金庫に保管する担当だった。そして、2人がいつも通りレジに着いて間もなく、1人の買い物客が店の前で中を伺うような50代くらいの男を目撃。18時30分、店内は忙しさのピークを過ぎ、男性社員は退社。店内にいる従業員は A さんと B さん、女性2人だけになった。またこの時間、店の斜め向かいにある公園で始まった盆踊り大会。いつもは静かな住宅街に大勢の人が集まり、大きな音が鳴り響いた。18時50分、この日非番だったアルバイトの C さんが店に到着。B さんのアルバイトが終わるのを待って一緒にお祭りに行く。そんな会話を買い物客が耳にしている。20時、閉店まであと1時間。こっちのレジ閉めちゃうね。客も少なくなり、 A さんは早めに自分のレジを閉めた。この店では引き出しごと売上金を2階の事務所まで持っていくのが決まり、2階の事務所へ行くには一度店の外に出て薄暗い駐車場を抜け外階段を上る。事務所の鍵は開いたままになっていることが多く、この日も鍵はかかっていなかった。20時30分頃、店内では何も買わずに辺りの様子を伺う男が買い物客に目撃されている。またその頃、近所に住む常連客が閉店間際にアイスを買いにやってきた。この客と A さんとのやり取りが被害者3人に関する最後の目撃証言となった。盆踊り会場が一番の盛り上がりを見せていたその頃、21時、スーパー南平は閉店時間を迎え、 B さんも最後のレジを閉めた。レジを閉めた時のレシートに記録された時刻は20時59分。 B さんも売上金を持って2階の事務所へ。すべての売上金は金庫に入れられ、ダイヤルを回しロックされた。週末の特売最終日で祭りの夜でもあった日曜、金庫には売上金526万円が入っていた。事務所には従業員の個人用ロッカーもあり、簡単な着替えはここで行っていた。21時3分、盆踊り会場では太鼓の演奏が始まり、威勢のいい音が響き渡っていた。ちょうどその頃、スーパー南平の駐車場で怪しい男が目撃されている。その男は車のライトが当たると顔を隠すような仕草でその場から離れていったという。そして盆踊りも終わり、21時15分、犯行時刻2分前、パート従業員の A さんは
食事に行く約束をしている友人男性に電話。この男性の家からスーパー南平までは車で数分の距離。男性は身支度をするとすぐに家を出た。そして犯行時刻、近くにいた高校生2人が銃声のような音を聞いた。近所の住民複数の証言から音は計5回。犯行時刻は21時17分と判明。そのおよそ3分後、A さんを迎えに来た男性がスーパー南平に到着。2階の事務所の明かりはついているものの、20分以上経っても A さんが降りてこない。行き違いになったのかな。男性は一緒に行こうと言っていた店へ向かった。おかしい。こっちにも来ていない。異変を感じた男性は店の女将と一緒にスーパー南平に戻った。事務所が更衣室を兼ねていたことから、女将が階段を上り事務所へ上がった。鍵が開いてる。小柄な女将からは入り口付近にあったカウンターですぐには部屋の中がよく見えない。不思議に思い、男性も事務所へ。そこには変わり果てた3人の姿があった。2人は慌てて事務所を飛び出し、近くの交番へ駆け込んだ。 A さんが事務所で電話を切ってから銃声が聞こえるまでたった2分30秒。この短時間に一体何が起きたのか。不可解な事件。この後捜査は難航していく。3人は銃で頭を撃ち抜かれていた。銃弾は全部で5発。 B さんと C さんは向き合うような形で倒れ、 A さんは金庫のそばにもたれかかるように倒れていた。3人とも至近距離で頭を撃たれ即死。当時スーパー南平近くではスーパーやパチンコ店を狙った強盗事件が相次いでいた。しかし強盗だとすると不可解な点が、現金には全く手がつけられていなかった。現場で見つかった犯人の足跡は1種類。つまり事務所に押し入った犯人は1人だと考えられた。その足跡は入り口から金庫まで、そして金庫から出口まで直線的に続いていた。金品を狙った強盗であれば、机の中やロッカーの中など金目のものがありそうな場所は手当たり次第荒らすはず。しかし犯人は3人の財布などには手を出さず逃走。金庫には刺したままの鍵、そして銃弾の跡が残っていた。この状況からは3人を殺害後金を奪おうと思ったが何らかの理由で諦め逃走したとも取れる。また殺害方法にも不可解な点があった。アルバイト従業員の B さんと C さんは手首を粘着テープで縛られ、頭を1発ずつ撃たれた状態。一方 A さんは頭を2発撃たれた状態で手を縛られていない。無抵抗の3人を至近距離から銃撃。確実に殺害しようという強い意志があったことがうかがわれる。使われた拳銃は38口径回転式と判明。非常に殺傷力が高い拳銃だった。犯罪心理学者によると、衣服の上からではなく、特に頭部などを心の乱れなく撃てる人間は日本には少ないと思います。一体こんな犯行ができるのはどんな人物か。警察は強盗や怨恨の線から捜査したが、犯人逮捕にはつながらなかった。そんな中、分かったことがいくつかある。2010年、警察の発表で明らかにされた犯人のものと思われる靴。靴のサイズ 24.5 センチから26センチ。色は不明だが、どこにでも売られているようなスニーカーと判明。2018年、警視庁は事件当日、スーパー南平で最後に買い物をした男女の情報を明らかにした。白いセダン型の車に乗っていたという男女は犯人を目撃している可能性があるという。また2015年に発覚した新事実は犯人特定につながる重要なものだった。女子高生2人が縛られていた粘着テープから犯人のものと思われる指紋の一部を採取。警視庁は1000万人以上のデータベースと照合。その結果、ある一人の男とほぼ一致。この男は事件当時東京都多摩地域に在住。発覚の10年ほど前、2005年頃に病死している。捜査関係者は、男は八王子に土地勘があり、事件に関与した疑いがある。このように話した。ただ、指紋で個人を特定し逮捕する要件を満たすには、指紋の形や位置などの特徴点と呼ばれる基準が12箇所一致する必要があるが、
採取された指紋が不完全なこともあり、この男の指紋とは8点が一致。即犯人と断定はできないものの、その一致の確率は1億人に1人とも言われている。そしてさらなる捜査の結果、その男の知人が事件発生前、知り合いの組員に頼めば拳銃はいつでも用意できると話していたことが判明。指紋の男性の周辺から拳銃との接点が浮上した。いかがでしたか？1億人に1人の確率で指紋が一致した男性。事件現場に土地勘もあり、拳銃との接点もあったとなれば、犯人の確率が極めて高いのではないでしょうか。容疑の男性はすでに死亡していますが、この事件の時効は2010年に撤廃。ご遺族のためにもさらなる証拠が見つかり、特定されることを期待したいですね。それではまた。ジェットでした。